found myself in the dark of the night when I was lost, needed a revive. はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。タルキールがもうやってくるということで、もう来ますね。みたいなまだ、この動画を公開する頃には、まだ霊気走破の動画がまだ上げてないっていうやべえ、抜かされたみたいなやばいやばい追いついてないです、なんですが、まあ一応まあ先に、タルキールの方を、上げさせていただくということで、タルキールの闘争者デッキ、発表されました、のその闘争者を空想していくという回に、なっていきます。ここから、5回ぐらいやります。なんか5体も出るみたいでまあ 5×2、10体も出るの多くないですか多いですけど、まあ種族がねタルキールだとあるので、しょうがないですね。でそれのまず今日は、アブザンからやっていきたいと思います。アブザンは、アブザンの守りというアブザンの守り、守りな名前になってます。まあ確かに守りって感じのカードがね確かにですよね。まず闘争者からいきます。不動なるフェロザー、4マナーアブザンの05で05っすよ05あなたがコントロールしてる全てのクリーチャーはパワーでアクターフネス、つまりケツパンチだと。まあ55ってことですよね。で全てのクリーチャーは防衛も耐えかように攻撃できる、つまりケツパンチだと、で3マナタップでこいつをタップでこれでないクリーチャーを生贄に捧げると、その生贄に捧げたクリーチャーのタフネスに等しい枚数のカードを引いて、それのパワーに等しい数枚数捨てる、つまりケツパンチだとまあケツデカがいいよということですよね。なんか前一回アブザンカラーでケツパンチのその闘争者がいるみたいなことを紹介した回があったんですけど、なるほど。そいつの名前何だったか忘れちゃったんですがなんかケツパンチ界では結構有名なやつなんで、多分カラー的にもケツパンチのカラーなんじゃないかなと。まあ黒だけちょっとあんまイメージないけど、でも地獄の木とかいますよ。そう、地獄の木と解放の木生贄に捧げると13枚ドローなんですよやばいですよね。すごいなーって思って、まあ積極そこら辺使いたいですよね。使いたいですよね。まあ例えばなんだろうな、なんか白で、なんか4マナぐらいのバニラかなんかですごいやついるんですよね。まあバニラっすよ。防衛のバニラっすよでそれがやっぱり、そのケツパンチとして輝く。まあその紹介したやつがどうだったかわかんないですけど、こいつはかなりケツパンチ界では優秀な性能ですよね。まあ防衛持っててもいいっていうのが確かにあるから、そいつ確か防衛持ってちゃダメだったかもしれないです。なるほど。じゃあすごい。そう、フェロザは防衛持っててもいいから、確かに前兆の壁とかだ使えますよね。前兆の壁ってあるんでしょう。2マナ04ワンドロー以上。なるほど確かにとか、あと緑の防衛の数だけマナクリみたいなやついるじゃないですか。そんなやついるんですか。防衛の数だけマナ出るマナクリがいるんですよ。無限コンボのパーツになったりすることもあるんですけど、そういったカードとか、防衛シナジー一応ありえますよね。これだから多分最後フィニッシュはまあいろんな手段があると思うんですけど、パワー3種はできないじゃないですか。フィニッシュできない。その代わり例えばエンと最後の進軍みたいなことはできますよね。できますねなるほど。なんでまあどうなんですかね、修正はこれ白黒だからね、何でフィニッシュするのかな。例えばこれ殴ってくしかないじゃないですか、正直。基本は殴ってくんでしょうね。あとあれが強くないですか、小さいパワーのやつ以外ラス。強くないですか。仏業なんだっけ、弱者がどうのこうのっていうとかもありますよね。なんか普通に3マナソーサリーでパワー2以上破壊みたいな。なんか僕分割するやつ。黄昏ですか。黄昏。高根複数業か。そうかもしれないですね。とか普通に使えるじゃないですか。使える。確かにめっちゃいっぱい入れられるっていうから結
構強めの構成になる。うわ鉄子入れてるけど青なんだよな。でもなんか半分できるシナジーありそうですけどね、探したら、赤とかでねパワーね確かにあったりするんだけど、このカラーリングにないな。でも調べるのが楽しそうな、そうですね、面白そうな投資になってますよね、あと緑でたまになんか、緑とか白とかで、なんかタフネスだけ上げる系のありますね。なんだこのプラス0プラス8みたいな全体タフネス上げるインスタント確かありますよ。ありますっけ、じゃあそういうのとかもそれでフィニッシュできますよこれ多分、ですね、多分そういう系でフィニッシュするんですね、なるほどなるほど。まあ次行きましょうか。はい行きましょうか。もう一方の相方はこうケツパンチじゃないっていう全然関係ないんですよねこっち先祖の声ベトになりますね。はいドラゴンですね。ドラゴンですね。5マナーブザン3号の飛行反魂です、あなたの終了ステップの開始時、あなたがコントロールしていてこれでないクリーチャー最大1体対象としてあなたの墓地にありマナ総量がこのターンにあなたが失ったライフの合計以下であるクリーチャーカード最大1枚対象とする。待ってください、これもしかして、墓地1体対象として、コントロールしているクリーチャー1体対象とするんですか。そうですよ。なるほど、でそのクリーチャーの上にって書いてあるんですけど、両方ってこと？じゃないです。クリーチャーは、今クリーチャーとクリーチャーカードを対象にしてるんで。なるほど。クリーチャーって言ってる方が前者で、クリーチャーカードって言ってる方が後者です。ってことはクリーチャーを場に出てるクリーチャーの上にまずあなたがこのターン得たライフの合計に等しいカウンターを置く、場に出てるやつに置くってことですね。そうです。でその墓地から失ったライフ以下のクリーチャーを戦場に戻す。面白いですねこの能力。そう面白いんですよ。変わってますね。そうゲインも、ルーズも相性いいっていう、確かに確かに、結構珍しい。すごいっすね。これどうしましょうか。もう失っていくのは失っていくんでしょうね。まあミドクロっていうカラーリングっていうかアブザンもそうか。でもアブザンよりスルタイのイメージが強いからミドクロってカラーリングは墓地掘れるじゃないですか。結構そうですね、墓地掘ってくんでしょうね、これおそらく。で黒が失えるので、確かに、で掘った分を釣って、で白と緑が原因のカラーリングなんで、原因して強化ですよね。いやかなり難しいというか、構成が、そうですね、結構強いっていうかやりがいありそうですよね、結構ベテラン向けかなかもしれないですね。気はします。これ多分、想像なんですけどかなりそのデッキの調整が難しい系じゃないですか。そうですね、枚数の調整がゲインするためのカードとかライフを失うためのカードとかをあまりに積みすぎるとそもそもリアにする対象いなくなったりとか、リアに多すぎると、リアにする対象が、難しいんで墓地を掘るのも枚数も入れるの難しいですよね。そうですね。かなり上級者向けかもしれないですね。かなり手だれの人がやるイメージですねこれ。でも最悪反魂だけはあるから、横にクリーチャーさえいれば毎ターンプラ3+3修正はかけていけるんですよね。なるほど、これだから例えばこいつにってことですよね。こいつはダメなんですよ。こいつはダメ。こいつ以外じゃなかったかな。確かこれでないクリーチャーこれでないなんで、そうだから自身を強化はできないんで、ジェネダメ殴り逃走者ではないんですよね。なるほど。反魂クリーチャー並べると思います。やっぱり普通にシンプルにライラークタっての中ファッティ反魂クリーチャーとライフを失うシナジーっていうかライフを失えるカードの両方を積んで、アドバンテージ取りながらライフレースする。ライフゲインきついですもんね。そうなんですよ。結構純粋にライフゲインされるだけできつかったりするんで、そういったデッキになるんじゃないですかね。普通にライフゲインしたらその分失うみたいなカードが、あるだけでもきつかったりしますよね。そうですね。ライフゲインこれかなり難しいんじゃないかなと思いますね、構成的には。RRC でも感じにはなりそうなんで、黒のその失ってドローがいっぱい使えるっていうのは確かですよね。そうです。それでライフリンクしてもゲインできるからかなり強い構成になるんじゃないかっていうことですよね。正直ハマれば結構強そうなんですよね、正直。
確かに確かに。ただおっしゃるように結構構築は難しそうっていう印象は確かにあります。まあそんな感じですかね。はい、そうですね。はい。まあそんな感じで今日はやっていきました。はい。まずアブザンからやらせていただきました。はい。これまずアブザンだけやったのには理由がありまして、はい。高評価この回が80いただけますと、どっちかやります。どっちかデッキをね、やりましょう。どっちかやりましょう。はい。だからもしやってほしいなっていう思っていただけたり、いいと思ってくださった方は高評価80を目指して頑張りましょう。ということで、あとイベントが、ありまして、4月20日に20日にイベントがありますので、北千住でそちらに参加していただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあそんなとこです。今回の動画は以上になります。おしまい。